皆さんこんにちは、ときまるです。早起きなんかやってられるかってね、ずっと思って生きてきたんですよ。で、特に20代の頃なんですけど、もうなんか朝起きるのが辛くて、で、夜中の方が結構いろんなこと考えたりとか、いろんなことが生まれてくるような気がしていて、で、写真の整理やったりとか、文章を書いたりとか、で、それでまた結局朝起きるのが遅くなって、っていう生活をずっとしていました。で、一番最初就職した時に、普通に会社に就職したんですけどね。やっぱり朝起きて、早く起きて満員電車に乗って、そこに行かなければならないと。もうそれが地獄すぎて、まず電車に乗るってことが辛すぎるっていう。そこから自分の東京生活は始まって、いかに電車に乗らないかっていうことをずっと模索し続けてきたんだと思います。20代の頃ね、ほんとね。で、それでカメラマンになって、カメラマンになったら、なんか同じ場所に出勤しなくていいだろうっていうふうに考えていたし、で、もちろん写真が好きだったっていうこともあるんですけど、で、実際にカメラマンになってみたら、電車通勤はなくなったんですけど、今度車での移動っていうのが出てきて、で、もちろん車っていうのは一人で運転できて自分のペースで行けるから、もちろん渋滞みたいなものはたくさんあるんですけど、ひどいんですけどね、東京はね。でも電車に乗ってゴミゴミと行くよりも圧倒的にストレスは減りました。で、その時は会社から貸与されていた車に乗ってたんですけどね、マツダの車だったんですけど、ありがたいことに、そういう風に車を、お借りできて、で、そこからはね、車で現場にいろいろ朝から行くようになりました。そうしたら、逆に会社員だった頃よりも、早くなったんですよね、時間が、起きるのが。その撮影っていうのは基本的に朝早くから始まるので、もう4時とか5時とかに起きて、で、本当にその撮影の内容とか時間によるんですけど、本当に早い時は5時とかに入ったりとか、あと、もう極端な例で言えば、前日の夜から入るとか、あったんですよ。夜中の10時とか11時ぐらいに入って、もう夜中からそのスタジオで撮影始まるみたいなものとか、あとは現場で結構ロケ系のやつで、その日の出を狙うっていうか、日の出の光を狙って撮影するようなものとかは、本当に3時とか4時とか、で、夏場とか本当に日の出が早いので、それに合わせて現場まで車で行って、で、待機して、で、そこで仮眠とかしてね、で、そこから撮影をするみたいなことをよくやっていました。だからそういうふうに、最初は自分は夜型だって思っていたのが、だんだん仕事によって自分がまず朝型に変えられていったんですよね。で、それからその山を登るようになったりとかして、で、山登るっていうのもやっぱり朝早く出発して、出発するのが多いので、で、そうしないと昼の時間のね、行動時間が短くなったりとか、で、山での夕暮れっていうのは結構早いので、暗くなるのが早いので、朝早くから行動するっていうのが基本なんですけど。で、そういうふうにだんだん早くなってきたんですけど、でもなんとなくずっと自分の中で、やっぱりそういう仕事とかがない時とか、そういう山に登る機会がない時とかっていうのは、どうしても自分のリズムに引っ張られて、起きるのがね、だんだんね、遅くなっていってたんですよね。それを発見しましたね。5時ぐらいにだから起きれていたのが、6時、7時っていう感じになっていくと。で、そこで最近入ってきたのが、最近って言ってももう2年ぐらいになるんですけど、やっぱヨガでしたね。アシュタンガヨガが入ってきてから、また自分の時間の使い方とか、早起きに対する感覚がもうガラリと変わりました。で、何度もこのチャンネルでは話しているとは思うんですけど、
ヨガっていうのは基本的に朝やります。で、自分がやってるアシュタンガヨガっていうのは、もう大体スタジオが開くのが5時とか、5時とか5時半オープンですね。で、もう毎日スタジオが開いていて、で、その時間から練習をスタートするっていうのが、これも割と世界的に共通の事項なんですよ。どの街とか、どの世界、どの国に行っても同じような時間帯とか方法でやってるので、で、それをやるようになってから、まず、むちゃくちゃ習慣づいたんですよね。その朝早起きするっていうことが。で、スタジオに最初の頃はもう行ってたりとか、あとはその RYT っていう、いわゆる全米ヨガアライアンスのなんか資格みたいなものを取るためにね、本当に半年間とか1年とかもう一番最初はもうものすごくハマって、今ももちろんハマってるんですけど、もう毎日必ず絶対練習するっていうことをもうストイックにやっていた時期で、で、その時に、やっぱりもう早く起きるってことが習慣づいて、そこからなんか自分の暮らしっていうか、時間の捉え方とか、一日の過ごし方とか、そしてその積み重なったその人生の方向性みたいなものがどんどん変わってきたなっていうことを今感じています。で、2年間やり始めて、で、本当に5時くらいに起きるっていうね、ことをね、続けているんですよ。ものすごいいいループになっていて、で、最近どういう風なルーティンをやっているかというと、まず大体、前日はもう9時とか9時半ぐらいには寝ます。寝るようにしてます。で、結構やることとか予定とか仕事とかが若干押してくると、11時とかになってしまうこともあるんですけど、なるべく9時とか10時には寝るようにしていて、で、一応目覚ましをセットはしているんですよね。で、それが7時間半から8時間ぐらい寝れるような時間にしてます。睡眠時間が取れるような時間にしてます。で、それがだいたい4時半とか5時ですね。最近は、季節によって変えてはいるんですけど、冬場って結構朝の太陽が昇るのが遅いので、ちょっと遅めにしたりとか、5時半とかにしたりとか。で、最近はちょっと5時に、設定を変えて、春になったので、5時くらいに設定してるんですけど、で、5時ぐらいに起きたら、まず、いろいろ整えます。顔を洗ったりとか歯を磨いたりとかして、で、ちょっと水を飲んだりとか、白湯を飲んだりして、で、そこからもうすぐ練習です。起きてもうすぐ練習っていうことをやってます。で、今日も、フルプライマリーで1時間20分ぐらい、今日みっちりやったんですけど、今、終わってからしばらく経ってから撮影しているんですけど、なんかね、そういう感じで、まず1時間ぐらいは絶対それをやると。そのために早起きすると。で、かなり疲労感があるんですよ。その心地いい疲労感が。筋肉と、そして精神にはないんですよね。なんかやっぱ瞑想状態にあるので、かなりクリアになった状態っていう感じ。でも体には結構疲労感があって、でもね、一日が、それでうまくスタートできるんですよね、いつもね。で、一日を過ごして、で、ヨガを始めて変わってきたのが、最近、本当にもうお酒を減らしていて、ものすごく減らしてるんですよ。で、旅に出てる時は、ちょっとこの間Vlog とか上げてましたけど、ちょっと飲んでしまったんですけど、もう東京ではほとんど飲んでなくて、ほとんど飲んでないです。これはもうだから自分の生活にものすごい劇的な変化を与えている。で、どっちが先かわかんないんですけど、睡眠の時間がクリアになったことで、その酒が不要になってきたっていうところもあるし、酒をやめようと思ったからこそ、その自分の朝の時間がものすごく楽になって心地よくなってっていう感じになってきたっていうのもある。だから同時になんか入ってきたんですよね。その早起きと酒っていうこと。あるいはもっと広げて食事っていうこともあるかもしれないです。食事もだから割と少量にするとか、なるべく夜早い時間に摂るとか、なんかそういう風なもの、炭水化物を避けるとか、糖を少なくするとか、糖をほとんど取らないとか、なんかそういう
ことも同時にやりながら、でもやっぱりそのアルコールっていう部分を外すことによって、手放すことによって、ものすごく朝のルーティンがうまく決まるようになってきてるんですよね。で、それがこう早くなって、だから朝がものすごく楽になっているからこそ早起きができるようになっていると。だからこれまでそのヨガを始める前っていうのは、やっぱりそういうこう写真を撮るための早起きだったりとか、山に登るための早起きっていうのはあったんだけど、結局その習慣的に酒を飲んでるので、その酒のせいだったんだろうなって今では思うんですよね。その早起きのループが続かないのが。だから今は本当にその飲酒量を減らすことによってものすごく早起きが楽にできるようになっているし、目覚めもスムースになっているし、で、それは自分が年を取ってきたからっていうのはあるかもしれないけど、でも多分そういうふうな更年期障害みたいなところまではまだ行ってないんですよね。まあおそらくもう少し年を重ねたら、そのどうしても早く起きてしまうとか、睡眠時間が短くなっていくみたいなことが多分起こってくるんでしょうけど、それはもう老化っていうもので、仕方がないことですよね。人間にとってはね。でも、それではなく、そういうこう体調的なものとか年齢的な老化的なものではなく、自分から自発的に自律的に早起きをしているっていうこと。これが本当にここ最近の変化です。で、やっぱり始めたての2年前っていうのは、あまりにもヨガが面白すぎて、それにハマりすぎて、で、なんか、早起きのこととかあんまり考えなかったんですよね。で、そのリズムに関しても、とにかく朝の練習があるからとか、朝の講義があるからとか、レッスンっていうか、そういうものがあるから、そこに合わせて自分の生活を回していくみたいなことで。で、それでそれが精一杯だったんですけども、最近はもう、一旦学びっていうフェーズがちょっと落ち着いて、で、もちろん今も学び続けてはいるんですけど、ある程度一人でできるようになってから、今度そういうふうな睡眠の意識みたいなところに自分の、方向性が変わってきたっていう感じ。意識がそっちに向くようになってきたっていう感じですかね。早起きが習慣づいて、それがいいループになって、ものすごくいい循環を生んでいるっていうこと。早く起きるとやっぱり夜眠くなるんですよね。で、かつ、朝起きてヨガをやってるから、それによって、さらに眠りが深くなるし、眠りにすぐ入れるようになる。なんか早起きだけやればいいってわけではなくて、多分いろいろ複合的に全てが相乗的になっているんだなってことに気づきました。ぼんやりと。運動があって、で早起きがあって、そして食事があって、そういうものが噛み合った時にすごいいい状態が出てくるっていう。一回いい状態が出てくると、それをどんどんこう転がしたくなるっていうのか、それがだんだんこうなんか、それをこう維持するようなループに入っていく。そういう感じですね。で、一つなんかそういう風な軸みたいなものとか、自分のルーティーンとか、自分がこれがなんか気持ちいいな、これが心地いいなっていうものを、そういう感覚を一回でも味わうと、何か自分のリズムが崩れた時も、そこに戻しやすいんですよね。そういうことにも気づきましたね。やっぱりこう移動してたりとか旅してたりとか、で、どうしても避けられない食事みたいなものが入った時とか、で、そういう時にやっぱりリズム崩れてしまうんですけど、僕が今までやってきたこと、習慣的なことの中で、その心地よさを知ってしまっているから、また徐々にそこに戻していくっていうことができる。でももしかしたら、あまりにもそこから離れすぎると今度戻れなくなるっていうことはあるかもしれません。だからそこにちょっと恐れみたいなものはありますね。例えばね、ランニングとかヨガとかもそうですけど、ちょっとやめようと思って、休もうと思って、一週間休んで、で、その休みがもう一週間伸びて、で、また伸びて、で、結局1ヶ月ぐらいもう何もやんなかったと。で、それでもう一回始められるかっていうと、ものすごくハードルが高くなるし、重い腰がね。
上がらなくなるんですよね。だからそこはどういうふうにこう、習慣づけていくかっていうことになってくるとは思うんですけど、でもなんかとにかく、早起きを起点にして、で、他のものを巻き込んでやっていくと、なんとなくいい方向に行くなってことが、今ものすごく実感できています。で、もちろん、その夜の楽しさとか、酒を飲む楽しさとか、そういうものは知っているので、それを全て否定するってことは全くなくて、むしろ、そっちの楽しみを知ってるんですよね。それしかやってこなかったんで。20代の頃。だからこそ、反動的になんか自分が、こういうふうに何も持たない生活をしながら、なんか本当にクリアにね、シラフにね、物事を見てね。で、自分に問いかけるっていうのかな。本当に心地いいこととか、自分がどういう状態が一番いいのかっていうことを、だんだん見つめられるようになってきた感じがします。周りから。客観的にね、外から自分を見つめるっていう。だからそれこそが、ヨガ的な実践でもあるし、で、ヨガの実践でやっていることがそういうところにフィードバックされて、なんかそういう行動ができてるのかなっていうね。そういう気もします。なんか食事とかに関しても、なんか昔ほど、なんかあれ食べたいとか、あれ飲みたいとか、なんかすごくこう衝動的に欲することがなくなったんですよね。で、それはもちろん、さっき話したように、老化っていうね、悪い側面で語られる部分もあるのかもしれないですけど、なんか自分の中では結構、自分が自発的に自制を聞かせられているっていう風な感じがします。人によって、朝派とか夜派とかあると思うし、それぞれのリズムがあると思うので、全く僕は強制したいとは思ってないんですけど、皆さんのスタイル、よかったら教えてください。どういうリズムで生活しているのか。早起き派なのか。それとも細切れに睡眠を取る派なのか。いろいろあると思います。ぜひ共有してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。